古漢の末期、霊帝の聖母である東太后は、霊帝が即位してから洛陽に迎え入れられ永楽太后と呼ばれた。彼女は金銭に貪欲である上、次第に政治に口出しするようになっていった。何よ、私は皇太后だから思いのままの暮らしができると思っていたのに、なんでこんなにお金がないの。先帝が財産を残してくれなかったものですから。まったく、高級に女を5000人も集めていたんですって。女遊びと狩猟に明け暮れた先帝のせいで、私たちがお金に困るなんていい迷惑だわ。本当にその通りですね。私も立派な庭園を作りたいし、宮殿に大きな銅像とか飾ってみたいんですが。お前は天使じゃないの。なんとかしなさいよ。そうだ、私にいい考えがあるわ。豪族たちからお金を差し出させるのよ。そんなの豪族たちが言うこと聞くわけないでしょう。違うわよ。官爵を売るのよ。官爵の高い低いで値段を変えて、欲しい人にはお金を出させるのよ。そのお金は全部皇室のもの。それは思いつきませんでした。絶対お金出してでも欲しい人はいるはずでしょう。やりなさいよ。確かに明暗ですね。それで私も庭園が作れる。こうして霊帝は初めて聖帝を開き媒介した。らっしゃいらっしゃい。今ならいいのいっぱいあるよ。軍の大衆は銭2000万って聞いたけどそうなの？俺金があまりないから献礼ぐらいにしとくかな。生徒の献礼とかいくら？職軍生徒権の献礼なら1200台。献礼で1200だっか。生徒は良い剣だから高いんだ。一番安いのどこ？未経験の献礼なら500で売るよ。いかねえよそんな地の果て。そうかい。象牙とか宝石とか手に入って結構美味しいんだぜ。おい、人流の献礼はいくらになる？あなた様であれば定価1200を特別に600に割引いたします。おいおい、俺には定価でこの人には半額ってどういうことだよ。このお方のように特業で名が知られている方には安くするんだ。なんだよそれ、不公平だな。あんたも名声を上げてから来た方がいいんじゃないか。今500しかないな。全額前払いじゃないとダメなのか。では今500をいただいて、残金は100人後で結構です。ただしその場合残金の部分は倍にして払っていただく必要があります。ですから前金500、残金200になります。よしわかった。残金は現地民からかき集めりゃいいんだな。こうして皇帝の小遣い稼ぎのために官位が売られ、さらに政治は乱れ、管理のモラルも低下した。そして政府高官の交代の頻度も高くなっていき、それにより皇帝の懐に入る小遣いも増加するという構造が出来上がった。しめしめこれで庭園が作れるぞ。最近陛下の使者がしきりに城の南の田畑を測量している。どうも大きな庭園を作ろうとしているみたいだな。もう場外に5、6箇所も庭園があるではないか。これ以上民衆を追い払って庭園を作ってどうするのだ。追い冷めせねば。しかし霊帝は養子の歓迎を聞かずに庭園を建設させた。さらに同人を鋳造するために御のりを下して民衆の田畑にかける税金を増税した。また先日陳旧、劉公、楊旧らを死に追い込んだ宦官の創設は証書令となり、さらに大きな権力を行使するようになった。宦官の中でも正義派の代表ともいえる劉教。彼は清廉、忠誠、公平で法を守っていた。陛下は創設の邪悪ぶりに気づかずに、彼に高い位を与え、彼らの家族にも優待を与えている。その上に、皇宮にいる数千人の女性、無駄に生活費がかかっている。天下では多くの農民が重税にあえぎ、生活に苦しんでいるというのにな。その上、最近は採用をうるさいにした上に、男系まで酷使させてしまった。男系などはどう勇猛さを発揮し、国家に大きな功績をしたというのに、彼は死に、妻子は辺境に流され、天下の人々は皆嘆いている。陛下を追い冷めせねば。しかし霊帝は劉教の諫言も聞き入れることはなかった。このように反君の度合いを強める一方の霊帝だったが、自己評価はなぜか高かったようである。陛下の英明ぶりは後部皇帝にも引けを取らないものでございますが、そうか。後部皇帝は優れた武勇で天下を平定し、官室を復興されましたが、陛下は文学、芸術の才能にとりわけ優れておられ、都落葉の繁栄ぶりは過去に例のないほどになっておる。そうでございますとも。天地開闢以来この方、これほど繁栄した時代が他にあるでしょうか。千年開かれた高等文学、これこそ陛下の業績を万世の後に伝える大業にございます。詩、譜、絵画、書体、儒学だけでない
中国の新しい芸術が次々と生まれるようになったのは、まさに陛下の導きあってのことです。はは、そうだな。平帝のような暗君でも自分の皇帝としての評価がどの程度かというのは気になるのであった。50年以上前に大尉を務めた名臣楊氏、彼は暗君の安定を諌め残言にあって亡くなり、彼が葬られる時には大きな鳥が現れ涙を流したという話が有名である。平帝はそのひ孫の容器に自分の評価を尋ねていた。秦は官邸と比べてどうか。陛下を官邸と比較するのは春を行と比べるようなものです。春と行はいずれも古代の聖天使である。立憲霊帝、官邸が古代の聖天使と並ぶ素晴らしい君主であるようにも聞こえるような回答である。しかし官邸は当時すでに暗君と見られており、霊帝はまさか自分が官邸と同レベルとは考えていなかった。あなたはさすがに養親の子孫だな。死んだ時にはきっと大きな鳥が現れるだろうよ。はあ、なんか退屈だな。そうだ、なんか面白いことをしよう。なんかないか。陛下の治世になって都の洛陽はますます繁栄し、市場は大いに賑わっております。つきましては高級にも市場を作り、宮女たちに商売をさせ、民間のにぎわいを高級でもお楽しみになられてはどうでしょうか。それは面白そうだな。やってみよこうして霊帝は高級に多くの店を建設し、宮女たちに商売をさせた。そして互いに窃盗させたりした。霊帝は商人の服装をし、宮女たちと一緒に酒を飲んで楽しんだ。霊帝はまた声援で犬で遊び、犬の頭に軍艦の絹織物棒をかぶらせ、体に帯をまとわせた。4頭のロバに引かれた車を貸し、園内を走り回った。これが落葉中で大流行し、多くの人が真似をしたのでロバの価格は馬の価格と同じになったという。霊帝はさらに遊興費を必要としていた。そこで地方から朝廷に物産を購納する際に、まず一部のものを選んで中書に送り、皇室財政の足しとした。これを同行費という。天下の財物はもともと全て陛下に属しているのに、この上さらに皇嗣の区別をつけるとは何事か。賄賂もますます横行している。陛下をお諌めせねば。しかし霊帝はまたもや劉教の還元を聞き入れることはなかった。法和4年、宦官の創設が死去した。高蘭、王法、創設といった大物宦官の死後、宦官勢力の中心となったのは長城と長中であった。平帝はこの2人をとりわけ信頼し、常々こう言っていた。長城寺は我が父で、長城寺は我が母である。長城、長中、そして関羽、各省、孫省、筆覧、律数、段慶、弘法、長教、寛海、宗天。この12人はいずれも中将寺となり、大きな権勢を誇り十条寺と呼ばれた。この十条寺が権力を壟断する時代が到来したのである。中でも長城の権勢は盛んで、彼は各方面と同収賄を通じて結託していた。長城は財産管理役の奴隷たちにそうした贈収賄の事務を行わせていた。長城殿に賄賂を送って官位をもらいたいが、いつも屋敷の門前は馬車でいっぱいだ。取り継いでもらうことも容易ではないな。そうだ、この手で行こう。宝太は他の人が思いつかないような方法を取った。なんと彼は長城に差し出そうとしていた賄賂を長城でなくその奴隷たちに送ったのである。宝太はたびたび奴隷たちに賄賂を送り、そのために財産を使い果たしてしまった。奴隷たちは大変に感激した。王様、私どもごときのためにこんなによくしていただき本当にありがとうございます。何かお返しをしたいのですが、私どもには何の権力もありません。あなたは何が欲しいのですか？私たちにできることがありますか？それでは皆さんにお願いがあります。と言ってもお金のかかることではありません。ただ、今度私がこの屋敷にやってきた時に、一度ひざまずいていただけませんか？長城に面会を求める客は非常に多く、門の前には車が何千もあった。次回、モータは長城に会いに行った時も、長い長い車の列の後になり、入ることができなかった。その時、こう、モータ様がいらしたぞ。みんな、ひざまずいてモー様をお出迎えしよ奴隷たちは、みんな道でひざまずいてモータを迎えた。あれは一体誰だ？夫婦のモータ殿だな。なんだ、モータ殿は長城殿とそんなに親しい関係だったのか。その場に居合わせた客はみんなびっくりし、モータと長城が仲が良いのだと思い込んだ。そしてそれ以降、みんな競って金銀財宝や各地の珍しい品をモータに献上したのである。はっはっは、狙い通りだ。何もしなくても賄賂がじゃんじゃん入ってくるわい。これは珍しい酒だな。何？聖域で産出したブドウから作った酒だと。よし、これを長城寺に献上してみよう。宝太はブドウ酒やその他人々から得た財宝を長城に賄賂として送った。長城はとても喜び、モータを領収志士に任命した。モータが聖域のブドウを送ったのは聖域につながる領州への赴任を希望していたからだろうか。このモータの子は
三国志で活躍する毛達である。赤麻呂です。この時代の流行などから、皇帝の側近たちや豪族たちが贅沢な暮らしを楽しんでいたことが伺えます。高等文学を中心とした新しい文化も栄え、都の洛陽の一部分だけを見る限り、過去にない繁栄を謳歌していたのがこの時代でした。平定は後漢前期の皇帝たちと違い地方に行幸することもなかったので、農民の惨状や聴覚の太平道の拡大といった実情に気がつくこともなかったのでしょう。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。